こんにちは、ルソレルです。今回は観葉植物を育てる上でやめたことについての動画です。良かれと思ってやってたことがそんなに意味がなかったり、なんならおそらく逆効果やったっていうこともあります。そんなやめたことなんですけど、これをしてたら今すぐにやめてっていうことではないです。あくまで我が家の環境下でのことかつ、一つ一つ検証しながらやめてったわけではないので、こうかなっていう想像の話になります。そんなこともあるかもねーくらいの軽い気持ちでご視聴いただければ幸いです。では最初に我が家の育成環境をお伝えします。用土にセラミスを使ってることと、育ててる人間が適当なこと以外は特筆すべき点はないかなと思います。ではやめたこと一つ目はサスティを使うことです。サスティは土に挿すことで水やりのタイミングを色でお知らせしてくれる商品です。やめた理由はセラミスとの相性が悪いからです。サスティは先端付近の露出してる中芯で水分量を判断しています。ところがセラミスみたいに粒が中芯の露出部よりも大きい場合、中芯にセラミスが触れないので、まだセラミスが濡れてるにもかかわらず乾いてるって判断されてしまうんですよね。S サイズをよく使ってたんですけど、こっちは特に中芯の露出部が狭いんですよね。なのでサスティを目安に水やりすると水をやりすぎるっていうことになっちゃったので使うのをやめました。今は葉の垂れ具合とセラミスの乾き具合を目視して水やりしてます。やめたこと2つ目は根張り鉢を使うことです。もう手元にはないので過去の写真での紹介になるんですけど、根張り鉢は根っこがサークリングしにくいことを謳ったスリットの入った鉢です。園芸を始めた当初は全ての鉢を根張り鉢にしてました。やめた理由は倒れやすいからと鉢の容量が少ないからです。根張り鉢は底に向かってすぼまってるデザインのため倒れやすいです。セラミスは土に比べると軽いですし、後でお話しする軽石と化粧石も合わせて使ってたので、鉢の下側は軽くって代わりに鉢の上側は重くなってたっていうことが倒れやすさを助長してたかなと思います。鉢の容量も底がすぼまるデザインがゆえなんですけど、軽石を使うことでさらに入れられるセラミスが少なくなってました。当時の私の使い方では使いづらさが際立つ上に肝心のサークリング現象を防止してくれてるのか、よくわからんかったんで使うのをやめました。今はスリットがあるかどうかっていうのは全然気にしてなくって、根っこが見たいんで透明であるっていうことを重要視して鉢を選んでます。やめたこと3つ目は鉢底石を使うことです。鉢底石として軽石を使ってました。やめた理由は根腐れしたからです。そもそもスリット鉢には鉢底石はいらないのかもしれないんですけど、水はけが良くなるかなと思って使ってたんですけど、逆に軽石と軽石の間に水が溜まるような感じがありました。なので当時私が思ってたような恩恵が受けられず、やめたこと2つ目でお話しした鉢が倒れやすいのと鉢の容量が少ないっていうこともあったので使うのをやめました。今はどの鉢でもセラミスだけで育ててるんですけど、根腐れするっていうことはなくなりました。やめたこと4つ目は化粧石を使うことです。化粧石は可愛さと水やりがしやすくなるので使ってました。土でも同じかもしれないんですけど、セラミスは軽いので私みたいに適当にドバって水やりすると流れ出てしまったり表面がえぐれちゃいます。それを防止するのに化粧石がめっちゃ便利でした。なんですけど、その便利さ以上に私にはデメリットが大きかったです。やめた理由はセラミスがもう全然乾かなくなったからと冷えにつながってるように感じたからです。化粧石を置くことでセラミスの乾きがめっちゃ悪くなりました。保水性が上がることは場合によってはいいことやと思うんですけど、我が家では根腐れの原因になってたかなと思います。鉢の底には軽石の隙間に水が溜まるし、鉢の上からは蒸発できないしで、おそらく鉢の中は最高にムレムレやったと思います。さらに冬場に化粧石を触るとヒヤってしてたんで、植物にとっては何もいいことがないかなと感じて使うのをやめました。水やりは気持ち慎重にやるようになりました。
やめたこと5つ目は、葉面散布をすることです。もともと葉水をしてたんで、どうせやるなら栄養も取れた方がいいよねって思って葉面散布をしてました。やめた理由は、あんまり効果を感じなかったことと、床が汚れるからです。わざわざ溶液を作って床を汚しながら散布しても、我が家では目に見えて効果があるっていうわけではなかったんで、めんどくささの方が勝ってやめました。葉水は植物のためっていうよりも、ただただ私の水やりしたい欲求を満たす代わりにやってるだけなんで、今も気分でやってます。ただの水ですし、床に水跡が残ったりもしないんで、葉水の後の床は自然乾燥にお任せです。というわけで、やめたことの紹介でした。逆効果なことをしてても、なんとか生きながらえてくれた植物の生命力には感謝してます。